どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、北欧神話とワンピースです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしまだ最新話まで読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。ワンピースにおける北欧神話。そのつながりは強いと僕は考えます。ワンピースでは世界中の神話や童話、都市伝説などが作品内に採用されていますが、その中でも北欧神話は海賊、北欧バイキングの神々の話だからです。北欧バイキングについては2巻の時点で触れられています。その北欧バイキングのモチーフはおそらく巨人の国エルバフに強く反映されているでしょう。最新話1090話ではついに次の航路がエルバフだと明かされましたから、北欧神話について考えていきましょう。まず北欧神話の世界の成り立ちについて考えましょう。北欧神話の創世は始祖の巨人ユミルの死体から作られたそうです。ユミルの肉は大地に、ユミルの血は海に、ユミルの髪の毛は木に、ユミルの骨は山々に、ユミルの脳みそは空に浮かぶ雲に、ユミルの頭蓋骨は天になったと言います。それが北欧神話の世界観。この話を聞いてピンときた人もいるでしょう。このユミルの話はワンピース全体に見られます。例えば、ユミルの骨は山々になった。リトルガーデンでは骨が山々になりました。ユミルの脳みそは空に浮かぶ雲になった。エッグヘッドではベガパンクの脳みそがパンクレコーズとして雲の上に浮かんでいます。ユミルの頭蓋骨は空に舞い上がり天になった。空島スカイピアはジャヤと合わさって頭蓋骨の形になっていました。このようにワンピースの世界観は北欧神話の世界観がモチーフになっていると考えられそう。ちなみに進撃の巨人も同じく北欧神話がモチーフであり、なんとなくワンピースと進撃の巨人は似たようなデザインが見られますが、それはどちらも北欧神話に影響を受けているからでしょう。さらにワンピースの巨人、ドリーとブロギーは世界を取り巻くレッドラインを血に染まる蛇だと表現していました。これも北欧神話の世界観と同じです。北欧神話ではヨルムンガンドという巨大な毒蛇が世界を取り巻いているという。またカイドウの技、ラグナラクは北欧神話の最終戦争、ラグナロクのダジャレでしょう。最終戦争、ラグナロクでは鎖に繋がれた狼、フェンリルが解放されますが、このフェンリルはヤマトのイメージと合致しており、さらにラグナロクでは一度死んだ光の神、英雄バルドルが再び死から復活しますが、このバルドルはニカとイメージが重なります。さらにこのバルドルを殺したのがロキです。ロキは北欧神話のトリックスターと呼ばれ、エルバフには同じ名前の王子、ロキがいます。さらに人間の味方をしてしまい処刑された天竜人ミョスガルド・セイトは北欧神話では人間界を表すミズガルズが由来でしょう。そして幼獣指を構える神々の地マリー・ジョアとは世界中を中心に構成された北欧神話の世界観にそっくりです。さらに北欧神話では最終戦争ラグナロクが起こり、神々と巨人が戦い世界が海に沈みます。そして最後に再び大地が海から浮かび上がる物語です。これはこちらの動画で考えたワンピースの沈むゆく世界に通じるでしょう。このように海賊漫画ワンピースには北欧バイキングたちの神話、北欧神話が数多くモチーフとして使われているようです。その中でもやはりエルバフは最も北欧神話とのつながりが強そうですが、一方でエルバフとはエルバフをひっくり返すとファブル、グーはファブルになります。これはワンピースファンの掲示板などで数十年前から言われていた考察。グーワとは動物を使って教訓を教える物語のことです。その中でもイソップグーワが世界的に有名でしょう。イソップグーワとウソップとエルバフ。これらのことからエルバフでは北欧神話の他にイソップグーワがモチーフの話も展開されるかもしれません。それは例えば北風と太陽、金の斧と銀の斧、アリとキリギリス、王様の耳はロバの耳、ウサギとカメなど、こうした有名なイソップグーワがエルバフで描かれたら面白いでしょう。そして今回の動画の本来の趣旨はここからです。北欧神話からワンピースの世界を予想していきましょう。まず北欧神話をいきなり一旦忘れましょう。次に考えたいのは童話ピーターパンです。ワンピースでピーターパンといえば人さらいのピーターマンでしょう。ピーターマンはシャボンディ諸島に登場して人魚のケイミーをさらっていました。そんなシャボンディ諸島は天然樹脂によってネバネバした島でした。つまりネバネバしたネバーランド。
シャボンディ諸島イコールネバーランド。楽園、夢の国です。だからシャボンディ諸島には遊園地があった。そんなシャボンディ諸島は前半の海の終着点でした。そして前半の海は楽園、パラダイスと呼ばれ、一方で海賊たちの墓場とも呼ばれていました。シャボンディ諸島も海賊たちの墓場がありました。こうした終着点に見られる遊園地と墓場から、僕は過去にラフテルには遊園地や墓場があるのではないか、そんな考察もしたことがありますが、楽園であり海賊たちの墓場、前半の海の終着点、シャボンディ諸島には遊園地と墓場があった。となると、後半の海、新世界の終着点には何があるのか、これを考えられそうです。新世界の終着点にあるもの、それは、新世界。後半の海、新世界の終着点に新世界がある。それでは、新世界とは何か。ルフィたちは冒険を通して、天空の空島へも行った。水中の深海へも行った。宇宙へは行っていませんが、宇宙はすでに描かれた。それならば、残されている新世界とは、そこ、地底の世界。ここまで考えてきたように、ワンピースの世界観が北欧神話に影響されていれば、地底の世界もあり得る。なぜなら、北欧神話の世界観にも地底の世界があるからです。その名は冥府ヘル。ヘルヘイム。ヘルとは地獄の語源となったヘル。隠す、秘密という意味の土地。そこがある意味での新世界か。それは1年半前、ドラクエ3のモチーフからこのように考えました。こちらです。するとおそらくドラクエ3のモチーフも使われていそうです。例えばビッグマムの剣ナポレオンはドラクエに登場するモンスター人食いサーベルにそっくりですし、ドラクエ3に登場した日本がモチーフの国ジパングを支配していたのはヤマタノオロチであり、それはワノ国を支配していた黒ずみオロチと同じです。他にも色々とありますが、ドラクエ3で最も衝撃だったのはギアガの大穴です。ギアガの大穴とは大魔王の城バラモス城の近くにある大穴で、序盤に訪れても何も起こりませんが、勇者が表の世界の大魔王バラモスを倒してギアガの大穴から落ちると空洞となった地下世界に移動可能になります。つまりドラクエ3では大航海時代前に考えられていた都市伝説、地球空洞説、伝説の地下都市アガルタがモチーフとして採用されているようです。そしてドラクエにおけるその地下世界の名前はアレフガルド。アレフガルドとは北欧神話を意識した名前でしょう。つまり滅ぼされたある巨大な王国の跡地が地下の穴の底にあるのでしょうか。ロジャーは1話で俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきたと言い、ドフラミンゴも歴史の底でくすぶり続ける D の一族はいつどこに姿を現すとも言っていましたから、そことはそこ、大穴の底や海底にラフテルがある可能性は高いです。これはビッグマムからもわかるでしょう。ビッグマムは1040話でローが開けた穴へ落ちるとき、ワンピースはどこにあると考えながら落ちていきました。さらに900話で美味しいケーキを食べたビッグマムの口の中には墓場が描かれていました。この墓場は滅ぼされた王国の跡地のイメージかもしれません。地球空洞説。後半の海の終着点に地底の世界がある。前半の海の終着点はシャボンディ諸島であり、もう一つ深海の魚人島もある意味で前半の海の終着点でした。それならば表裏一体。その真裏、リバースマウンテンの裏側、後半の海の終着点には新世界がある。その新世界とは地底の世界なのか、そこに地底の国もあったのか。以上です。今回は北欧神話とワンピースのつながりを考えてみました。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。